午前5時半。東京郊外の小さな住宅街に最初の朝日が差し込み始める頃、一人のおばあちゃんが古いカートを引きながら静かに家の門を出た。佐藤千恵子、72歳。曲がった背中、古いジャンパー、そして歳月の重みがそのまま刻まれたシワだらけの顔。誰が見てもただ平凡な、いや、みすばらしい老人だった。今日もいい天気ですね。千恵子は独り言をつぶやきながら、カートの車輪が出すガラガラという音とともにゆっくりと路地を歩いた。まだ世界が目覚める前、この時間だけは彼女だけの平和な瞬間だった。路地の端のコンビニの前、昨日捨てられた段ボール箱がきれいに積まれていた。おや、今日はいいのがたくさんあるわね。千恵子は熟練した手つきで箱を折りたたみ、カートに積んだ。30年前、彼女はこの手で数百億円規模の契約書にサインをしていた。しかし今、その手は段ボールを拾っていた。皮肉だった。そして、もしかしたら必要なことでもあった。あら、佐藤さん、また出ていらっしゃったんですか。コンビニのドアを開ける店員が千恵子を見つけて挨拶をするほど、今や彼女の段ボール拾いは、近所の人々に馴染みの風景となっていた。朝の運動ですよ。家にばかりいたら足が固まってしまいますからね。本当にお元気ですね。うちの母もおばあちゃんみたいに健康だったらいいのに。ほほ、ありがとう。千恵子は穏やかな笑みを浮かべて再びカートを引いた。店員は彼女がかわいそうな老人だと思っただろう。息子の家に居候して気を使いながら段ボールを拾うみすばらしい舅だと。間違いではなかった。少なくとも表面的には。2時間後、カートが段ボールでいっぱいになった頃、千恵子は家に戻った。玄関のドアを静かに開けると、リビングからテレビの音が聞こえてきた。あら、お義母さん。またその汚い段ボール持ってきたんですか。霊障混じりの声の主は嫁の明子だった。40代前半の彼女はパーマをかけた髪に派手な化粧をして、ソファに斜めに寝そべっていた。朝8時なのにまだパジャマ姿だった。ごめんなさい。玄関の外に置きます。いいえ、玄関の外も嫌です。臭いじゃないですか。この前も言ったでしょ。いっそ段ボール拾いなんてやめて家にいてくださいって。近所の人が何て言ってるか知ってます。佐藤家の舅は嫁にいじめられてるみたいって噂してるんですよ。明子の声が次第に高くなった。近所の対面が台無しです。うちの健二の顔に泥を塗ってるんですよ。千恵子は何も言わなかった。ただ頭を下げたままカートを再び玄関の外に引いた。あ、それとですね。今日、私の友達が家に来るんです。お義母さんは部屋にいてください。出てこないでくださいね。変なおばあちゃんと一緒に住んでるって思われたら恥ずかしいですから。わかりました。千恵子は小さな声で答えて自分の部屋に入った。ドアを閉めた瞬間、彼女の表情が微妙に変わった。穏やかだった笑みが消え、代わりに冷たく冷徹な眼差しが現れた。まるで別人になったかのように、千恵子は引き出しの奥深くに隠しておいた古いノートを取り出した。黒い革の表紙に金箔で刻まれたイニシャル S、C。ノートを開くと、きれいな筆跡でびっしりと書かれた記録が現れた。2024年2月3日、明子、ブランドバッグ購入、380万円。出所不明。2024年3月15日、検事、会社総体後銀座のクラブ訪問。同伴女性あり。2024年4月7日、百合子技師、千恵子名義の通帳コピー試み。失敗。2024年4月20日、明子と百合子、カフェで密談。老人ホームの費用を調べたという会話確認。一つ一つ正確に記録された内容だった。
千恵子は今日の日付の下に新しい内容を書いた。2024年4月28日、明子、段ボール広い禁止要求。近所の対面云々。予想しなり鬼番進行中。判断間もなく老人ホーム入所圧力開始されると予想。次段階準備必要。ペンを置いた千恵子は窓の外を見つめた。庭の隅に夫が生前植えた梅の木が見えた。あなた、もう少し待っていてね。もうすぐ終わるから。彼女は小さくつぶやいた。声には悲しみと怒り、そして固い決意が混ざっていた。昼12時。リビングでは明子の友達が集まっておしゃべりをしていた。ケーキとシャンパンがテーブルの上に置かれ、女性たちの笑い声外へ中に広がった。明子、あなたの舅って本当におとなしいのね。うちの舅だったらもう大騒ぎよ。でしょう。あまりにもおとなしくて逆にもどかしいくらい。段ボール拾いに行くのもそうだし、何でも言われた通りにするし。明子がシャンパングラスを傾けながら言った。ところでさ、友達の一人が声を落として聞いた。舅さんの財産はないの。旦那さんが会社勤めだったんでしょ。は、財産ですって。あるわけないじゃないですか。夫が死んでから年金でギリギリ暮らしてるんです。それも私たちが食べさせてあげてるようなものですし。あら、じゃあ一生面倒見なきゃいけないの。だから老人ホーム探してるんです。もう我慢できないんです。正直、舅が家にいると息苦しくて不便なだけで。女性たちが同意するようにうなずいた。その瞬間、千恵子の部屋のドアがわずかに開いていた。廊下の隙間からすべての会話がはっきりと聞こえていた。千恵子はベッドに座り、無表情な顔で彼女たちの会話を聞いていた。ノートにペンを持って。昼12時15分、明子、友達の前で財産ない老人ホームに入れる発言。録音完了。ペンを置いた千恵子は引き出しの奥から小さなレコーダーを取り出した。赤いランプが点滅していた。証拠がまた一つ。彼女は冷たく微笑んだ。その笑みは30年前、交渉のテーブルで相手を打ち負かしていたあの鋭い笑みと同じだった。夕方6時、息子の賢治が退勤して帰ってきた。40代半ばの彼は中堅企業の課長で、外見も平凡で性格も小心な方だった。母さん、ただいま。あら、あなた、今日は飲み会ないの。明子が嬉しそうに賢治を迎えた。友達が帰った後で家の中は静かだった。今日は早く帰ってきた。母さんは部屋にいらっしゃいます。一日中出てこなかったわ。賢治は母の部屋の前に立った。ノックをした。母さん、僕だよ。賢治。入って。ドアを開けると、千恵子が小さな机の前に座っていた。何かを読んでいる様子だった。母さん、食事はした。まだよ。大丈夫。大丈夫なわけないでしょう。僕が何か買ってこようか。それとも一緒に夕食食べない。賢治は心配そうな表情を浮かべた。彼は悪い人間ではなかった。他が弱い人間だった。妻と母の間で常に葛藤し、結局妻の味方をする方が楽だっただけだった。賢治。はい、母さん。あなたは私をどう思ってるの？突然の質問に賢治は戸惑った。それは、どういう意味ですか？私はあなたにとって荷物なの？いや、そんなこと思ったことないよ。賢治が慌てて手を振った。しかし彼の目は揺れていた。嘘だった。千恵子は息子の目を静かに見つめた。そう、わかった。出て行って。母さん、出て行って。賢治はこれ以上言えず部屋を出た。ドアが閉まる音が聞こえた。千恵子は再び引き出しからノートを取り出した。午後6時10分、賢治、荷物かという質問に動揺。
確信のない否定。評価罪悪感はあるが決断力なし。彼女はペンを置いて窓の外を見た。闇が降りてきていた。もうすぐよ。千恵子はつぶやいた。その日の夜11時、千恵子は眠れずベッドに横たわっていた。闇の中で天井を見つめながら過去を思い出した。30年前、彼女は佐藤グループの専務取締役だった。夫の佐藤博は副会長で、2人は大社を日本のトップ10企業に育て上げた。千恵子、僕たち引退したら何しようか。白が笑いながら聞いた。そうね。旅行でもする。それとも田舎に小さな家を買って野菜でも育てながら暮らす。いいね。賢治ももう大きくなったし、僕たちの人生も楽しまないと。しかし彼らの夢は叶わなかった。1年後、白は心臓発作で突然この世を去った。予告もなく。葬式が終わった後、弁護士が遺言書を公開した。佐藤博氏はすべての財産を妻の佐藤千恵子氏に相続すると明記されました。ただし一つ条件があります。条件ですか。息子の佐藤賢治氏とその家族が妻をよく世話するかみ守った後、判断して財産を分配せよとおっしゃいました。もし妻を粗末に扱ったら、すべての財産は慈善団体に寄付せよと明記されています。その瞬間、千恵子は夫の意図を理解した。白は知っていたのだ。嫁の明子がどんな人間か、そして息子の賢治がどれだけ弱い人間か。あなた、千恵子は遺言書をぎゅっと握りしめた。その日から彼女の計画が始まった。表面ではみすぼらしく無力な老人として生きながら、夢と息子の本当の姿を確認すること。そして彼らが自ら悪い人間であることを証明させること。段ボールを拾う理由も、小さな部屋で一人で過ごす理由も、すべて彼らを試すためだった。翌朝、千恵子は再び段ボールを拾いに出た。しかし今回は違う場所に向かった。東京の中心街、高級ビルが立ち並ぶ場所。彼女は一つのビルの前に立った。佐藤グループ本社という看板が見えた。正門の警備員が彼女を見て顔をしかめた。おばあさん、ここは段ボールを拾う場所じゃありません。他に行ってください。あ、すみません。ただ昔を思い出して。千恵子は頭を下げて振り返ろうとした。その瞬間、千恵子さん、驚いた声が聞こえた。一人の中年男性がビルから出てきて千恵子に気づいたのだった。田中さん、そうです。私、田中です。これは何年ぶりでしょうか。田中は過去に千恵子の秘書だった。今は佐藤グループの専務取締役になっていた。本当にお久しぶりです。でも、その格好は。田中は千恵子の古い服と段ボールカートを見てショックを受けた表情を浮かべた。少し事情がありまして。大丈夫です。とんでもない。会長がご存命だったら絶対に許さなかったはずです。私がお手伝いします。ありがとう、田中さん。でもまだその時ではないんです。千恵子は田中の手を握った。ただ一つだけお願いがあります。何でもおっしゃってください。来週の金曜日午後3時、うちに来てください。スーツを着て、書類カバンを持って。その時詳しく説明します。そしてこれは秘密です。誰にも言わないでください。田中は千恵子の目を見て何かを直感した。その眼差しは過去の交渉の場で相手を圧倒していたあの鋭い眼差しだった。わかりました。必ず伺います。千恵子は満足そうにうなずいて再びカートを引いた。計画が大詰めに近づいていた。その日の夕方、千恵子が家に戻ると、明子と賢治がリビングに座って深刻な表情で話していた。そして隣には初めて見る女性が座っていた。賢治の姉、百合子だった。母さん、ざって。話があるんだ。
ケンニの声が普段より断固としていた。千恵子は胸がドキッとした。いや、ドキッとしたふりをした。何の用？母さん、正直に言うよ。明子が口を開いた。私たち調べたんですけど、いい老人ホームがあるんです。施設もきれいで、看護師さんも親切で、お母さんのような方を専門にお世話する場所なんです。老人ホーム。はい。お母さんも大変でしょう。毎日段ボール拾いに行って、家でもすべんでしょうし、一そ楽に過ごされた方がいいんじゃないでしょうか。ゆり子も加わった。お母さん、私たち悪い気持ちで言ってるんじゃないの。本当にお母さんのために言ってるのよ。老人ホームの費用も私たちが全部出すから心配しないで。千恵子は彼らの顔を一つずつ見た。嫁の明子は冷たく笑っていた。まるでついに厄介者を追い出せるという表情だった。娘の百合子は心配しているふりをしているが目つきは冷たかった。早く同意してと言っているようだった。そして息子の賢治は頭を下げていた。罪悪感と卑怯さが混ざった表情だった。千恵子はゆっくりと口を開いた。考えさせて。お義母さん。明子の声が高くなった。何をもっと考えるんですか。お母さんのためのことじゃないですか。1週間だけください。1週間後に返事をします。千恵子は断固として言った。部屋に戻った千恵子はノートを開いた。夕方7時流老人ホーム圧力開始。予想シナリオ2番完了。次の段階 D デー金曜日午後3時。すべての証拠公開及び最終審判。彼女はペンを置いて窓の外を見た。梅の木が風に揺れていた。あなた、もうすぐ終わるわ。あと1週間待っていてね。千恵子の目に涙が浮かんだ。しかし同時に固い決意も燃えていた。1週間後、すべてが明らかになる。段ボールを拾っていたあのみすぼらしいおばあちゃんが誰だったのか。そして彼らがどれだけ大きな間違いを犯したのか。